さあ菅原さん、うん、まだまだ暑いです。そうだね。今年は本当に暑かったね。暑かったねっていうか暑いよいね。つまで暑いのかわかんないですけどね、これ本当にね、本当冬は来るのかって思っちゃうぐらい。どうしちゃったの広島、今年は。今年はあれも野球やってましたっけ？広島あれですよ、ワールドカップよりはるかにこう周期が長いですよ。四半世紀に1回しか盛り上がらない。あることに意義があるんです。もう、ニッチもサッチもどうにもブルドッグって感じ。いやーですね。今回は、はあ、スピナーベイトのブルドッグから始めましょうか。行きましょうわーって起きてさ、このスピナーベイトがふって横に動くね。ルノワールっていう喫茶店が。で、そこで、この番組はご覧の仲間の提供でお送りします。う。菅原さん、今回はスピナーベイトということですが。今回ね、実はバスルアーってさ、っていうかあらゆるルアーの中で俺スピナーベイトってさ、とってもなんていうのかな、なんつったらいいんだろう、ルアーの中でもちょっと異質というかさ、魚に何にも近くないじゃん。何にも近くないですね。こうフラスカートがついてて、まあ基本構造はね、こうアームがあって、でブレードがついてるっていう、これがまあ何に見えるのって話ですよね。でしょ、でね、そのスピナーベイトの釣りの面白さを一番最初に知ったのって、スタンレーのバイブラシャフトっていう、あれがね、その一番最初スピナーベイトの釣りの醍醐味っていうか面白さっていうかさ、を知ったのはスタンレーのバイブラシャフトだったのね。でそれは例えば霞ヶ浦の足際とかさ、あるいは、それこそ、前回でもお話し出た亀山ダムとかの立ち木、ね、とかのね、でこうキャストして通してくると下からバッと出てきてさ、食うっていうそのリアクションで食ったりするんだけど、それと同時に今度ロングキャストしてちょっと沈めてスローロールしても食ったりするじゃない。でとってもその魚になんか似ても似つかわしくないのに、どうもやつらはこれを小魚の群れとかそういうものと勘違いして食ってんじゃないかみたいな。そうですね。まあ、アメリカの方には申し訳ないですけど、アメリカ人らしからぬ魚の行動を利用して、そうだよね、利用したルアーではありますよね。そうだよね。でそれでね、そのスタンレーのバイブラシャフトを使ってたので、もう何匹か釣るとさ、当然フックポイントも甘くなってくるし、で少しアームも有流になってくるし、なんならこのヘッドもねグラグラになってきて塗装も剥がれて、でフックもこう研ぎながら使ったりなんかしてたのね。そしたらそのうちにさ、このティファがさ、このブルドッグっていうスピナーベイトを扱うようになったのよ。ティファ懐かしいですね。ね、もうティファはあるでしょ、でここにほらカディスの当時のその値札が貼ってあるじゃん。だからそのスタンレーのバイブラシャフトはもう俺手元にないんだけど、このティファが当時売ってたこのカディスでね、発売してたこのブルドッグだけは1個手元に残ってて、未使用の状態で、でなんかその水ベルがさ、三方の水ベル使ってんだよ。だからもう周りが回りますね。そう、もうエビーチ染之助染太郎師匠並みのぐらいに回りますね。いつもより余計に回しておりますみたいなね。ここがよく使ったんで、またねフックもファインですげえよく刺さると。ガマガツフックって書いてますね。そうなんだよ。ガマガツの針なんだよこれ。これもうどこまでどの世代までわかんないんですけど、ホットアメリカのルアーってフックに生倉でしたよね。あんまりそこ気使ってないっていうかさ、そうですよね。まあやっぱり技術がね、そう日本の針は本当にすごいなと思う。すごいよね。で当然さ、岡野も分かると思うんだけど、こう
ティファじゃん、はで後々そのノリーズがさ、クリスタル S とかさ、はい、クリス、ね、はい、もう名品のスピナーベイトにね、ここからだんだん発展していくわけで、もう今でもみんなねスピナーベイト、使っていると思うんだけど、当時はこのブルドッグのスピナーベイトで、菅さんもうスタンレーの時代じゃないですよって言ったのは、さっきから話が出てる西村義孝なわけよ。でね、そのルノワールっていうさ、当時代々木にさ喫茶店があったの。はいはい、でね、その夜ゼミからちょっとこう神宮の方に降りてたところの右側に1軒と、それから逆に、代々木から新宿方向に抜けるところの中2階にもねあったの、ルノワールっていう喫茶店が。でそこでカディスが9時に閉まると一回どっかで飯食ってきて、みんな帰りゃいい、帰りゃいいのにね、ルノワールでさ、でまたルノワールってさ、ちょっと東京じゃさ、落ち着きのある、ありますね、はい、でしょ、でソファーもふかふかででかくて、でなんならお茶飲み終わるとさ、寝落ちしちゃうぞみたいなね。そうそう、もう普通のさコーヒーの後にさお茶出してくれたりするじゃん、あそこ。いつまでもそこでさ釣り談義よ、その中で西村とかがさ、もうこのスピナーベイト最高ですよって言って、出してきたのがこのティファだし、ブルドッグだったね。ティファね、ティファはお世話になりましたね、僕もね。でしょ、でマルカツが吉祥寺にねあったしね、ティファ今の若い人はきっと知らないよな、ないですもんね。だから、当然その流れでさ、やっぱり当時、今でも相当残ってるけど、前々回お話ししたアブの 2500C とか 1500C とかつけて55M2 フェニックスね、6M とか 6L とかさ、もう竿全部フェニックスみたいな時代があったね。当然その、フェニックス使ってたから、俺もタムさんのロードランナーを使うようになってくるんだけど、後々になってね。これも結構スピナーベイトは1匹目釣るまでがものすごく長かったな。あ、そう。正直どうやって使っていいのか分かってなかったですね。正直ボトムこづいてました。あ、なるほど。ラバージグの変化系なのかこれはぐらいにしかなかったんですかね。いわゆるバンクマーダーメソッドじゃないけど、こう底の方をうまくトレースして、もうこうやって釣ってました。ボトムパンプ。ああ、そう。分かんなくて。俺はほら高校時代に山中湖でさ、使ったのよ、最初に。今もう全然ないんだけど、それがスピナーベイトで釣った最初のバスで、だからスピナーベイトは釣れるっていうのはあったんだけど、その多様な使い方、それこそバージングって表層近くをね、そうそうそう、とか、それをこうストラクチャー立ち木に絡めてわざと当てたりとかさ、そういうことしながらやってたのが、この辺りだね。バイブルシャフトとこのブルドッグだったな。でまたほらトレーラーをつけてね、最初の頃はゲイリーグラブとかつけたりとか、あるいはティンティーズのワームをつけたりとかして、で使ってやってたね。一番スピナーベイト、こうやったらすげえ釣れるんだと思ったのは大学の時の、時代の八郎型ですね。すごかったですね。基本トップウォーターでやってたんですけど、出が良くない人がスピナーベイトがすごかったですね。もう本当金属疲労でアームが折れちゃうぐらい釣れたな。俺もだから北浦に置いてたバスボートを八郎に移したもんね。いやすごかったですよ、90年代後半の八郎型は。そうだね。本当ズイルのルアーとかももう塗装が全部取れて木片になるぐらいまで釣れてましたよね。
ね。だけどスピナーベイトでも実際のところどれぐらいこうブレードに食ってきてるんですかね。僕そのこれ面白いじゃんと思ってその八郎で気づいて、三陸の海でぶん投げたことあるんですよ、ボトムを、で見えるじゃないですか透明度で、アイナメ出てくるんですよ、言わないだからふーって、でブレードに行くんですよ、アイナメカキンカキンブレード食っちゃう、ブレード食っちゃうんですよね。バスよくちゃんとフックに食ってくるよなと思って、この後輩の瀬古とかはね、でかいスピナーウェイトでアイナメ釣ってたよ、北丸さんのに乗って、あとソイも釣ってた。シーラとかどうなるんですかね。シーラはね、飛距離が出ないんでやっぱり。確かにそうですね。どうしてもやっぱり風に負けちゃうからさ、飛距離がね。すごいことになりそうですね。狂ったように追っかけてくるんだよ。これに最初に気づいた人に会ってみたい。俺だからこれからね、これの派生系としてアラバマリーグに行くのは分かるんだよ。もう理論が分かってますからね。これに反応する波動的な部分じゃないですか。きらめきと。最初にこれを。いや天才だと思いますね。だよね。このフラスカートも最初多分フラスカートじゃなかったんじゃないのと思います。やっぱもともとスピナーでキラキラ回るっていうのは知ってたでしょうから、で多分最初本当プルタブとか使ってたと思うんですよ。昔のほら缶のプルタブって取れたじゃないですか。誰かがあんなんでガチャガチャやってて、なんでだから分かんないですよ。そのバス用じゃないかもしれないじゃないですか。ワイヤー使いたくない、そのパイクとかそういうのだったのかもしれないし、もしかしたらね、刃物の魚たち淡水魚を釣るもんだったのかなとも思いながら、ただねここの角度をちょっとこうでも本当最近のスピナーベイトとかよくできすぎてて、ちょっとこうずらしちゃうと、ちゃんと泳がなくなっちゃったりするじゃないですか。すごい精度で作ってるよなって、本当ただの針金に見えるけど。俺は高校時代とかはね、ここはこの先端はね開いてなかったんだよ。大昔のスピナーベイトって、ラインアイだった。時々ずれてくるんですよね。でしかもスナップ使えないし。そうだった。懐かしいですね。この辺とかバズベイトとかっていうのは、いやだからこういうので釣れるからやっぱバスって面白いんですよね。そうだね。何これみたいな、なんか魚本来の持つそうですね。好奇心だとか闘争本能とかに訴えかけるからやっぱ面白いんだろうな。そのアトラクター的な要素っていうの？餌じゃない。また旅みたいなもんですよね。このね。とてつもなくこうはーってなるんでしょうね。もうなんですかその理性を失っちゃうというか。また気持ちいいんですよねバイトがね。だって投げて巻くだけだから基本的に。そうなんですよね。だからいつだったかな田辺さんだったかな誰だかだったかが、僕が昔見た釣りのビデオで、ちゃんと研ぎ澄ませると、リーディングの時に、近くに来て、ブレードがこうバスが近くに来たので、ふって軽くなるのが分かるって言われて、でもそれ確かに八郎潟でそれを感じた時はすげえって思いました。こんなとこまでみんなやり込んで前当たりが取れるっていうかね。僕はでもウィーローリーフの方が好きだったんですよね。なんかね。そうだよね。この一番最初こっちのトップのねブレードがね、かっこいいなと思ってました。ウィーローリーフのダブルだったりコロラドとタンデムしたりね、いろんなのが出たよね。あとなんかすごくちっちゃいなんだかなオリンピックからサリー、サリーとかもよく使いましたね。雨が降ったらスピナーベイトっていう人もいたし、やっぱ風かな俺は。なるほど。水面がちょっと荒れた時のウィンディーサイド、要するに風当たる側のシャロー。シャローですよね。がこれだね。シャローでしかもちょっとウィードとか足とか絡んでるとね、たまらないですよね。八郎潟とかの本当足の奥にぶち込めた時にこう来るじゃないですか手前にスピナーベイトが奥からバスがこう来るの分かるんですよ。足にコンコンって当たりながらドバッ、ほぼ水面直下ですもんね。うわーってこう来てさ、このスピナーベイトがふって横に動くよね。気持ちいいですよね。そうか。それこそね
今の時期だな、今の時期だったな。そうだね。まあ、いろんなことを思い出すルアーですね。そうだね。スピナーベイトでした。菅原正史の物語は、山木商店、綾子姉さん、アル工房、ATFC、大井邦彦様、小野正史様、金井タイル、カムパネラ、北丸、サザンブルー、シークロ、タコ足、調布の屋七、司総研、テル、トド様、羽生拓也様、レストラン&バーバモノス、ミニラ様、ラグーン。以上の仲間の提供でお送りしました。